今日はさつきの植え替えをしたいと思います。植え替え時期としてはちょっともうギリギリなんですけども、本当は9月下旬ぐらいから遅くても10月の中旬ぐらい、今月中旬ぐらいにやっとけばよかったんですけど、もう後半ですから本当にギリギリです。春の植え替えは開花に影響することもあるので避けていて、花後もできるだけ早く花が咲き終わるのを待たずに、やった方がいいかなと思っています。やっぱり一番いいのは秋かなと思ってて、ちょっと出遅れちゃったんですけど、強行突破です。はい。はい種類がね、いくつかありまして、それに、さつきについて考えていきたいと思います。盆栽に作られるさつきの仲間ってめちゃくちゃ、交配とかもされてめちゃめちゃ多いらしいんですけど、まずはよく盆栽にされるさつきツツジっていうのは山奥の方の川の近く、渓流沿いの岩肌なんかにへばりついて、水しぶきを常にこう浴びながらですね、低い姿勢で、生きているやつ。あとは、ミヤマキリシマっていうのがありまして、私が住んでる九州に自生のあるやつですね。ミヤマの名前ついてますから、高山の植物で、雲仙とかもそうなんですけど、火山の山に、山の上の方に、自生してるので、土壌は酸性。他の植物が、生きられない環境で、結構群をなしてかなり広範囲に自生があると。特にミヤマキリシマは葉っぱも小さいし、花も小さくて、すごく私はさつきの中で一番好きです。はい。ミヤマキリシマはこちら、この木は葉っぱもだいぶちっちゃくて、花もちっちゃいんで、もしかして紅葉の時期はもう葉っぱが花みたいに可愛い、綺麗なんですけど、割ともう山の上の方に自生があるので、乾きにも強い感じがします。あとは山ツツジっていうのがあります。これは野生のツツジに近いものなんですけれども、自生地は本州から九州の低山地の林縁や日当たり良い尾根筋とか草原なんかに自生しているそうですね。山ツツジはこちらなんですけど、これは奥多摩の方で山取りされて結構年数の経っている山ツツジなんですけれども、葉っぱは結構薄くて照りもない、なんかこうヘニョヘニョしてる感じの葉っぱ。さつきの仲間って割と日当たり好みますけど、この山ツツジに関しては、臨床なんかに自生があるそうで、あんまり強い日差しは好まない。こちらはなんか照り葉の、葉っぱは尖ってるやつ。群馬いぶしに今年ちょっとやられて葉っぱがちょっとスカスカになっちゃってるんですけど、こういう照りがあって、ちょっと葉っぱも厚いものもあったり、それとこれ、屋久島ツツジっていうやつか、細葉のやつですね。花芽って葉が変形したものってね、いう話ありますけれども、やっぱりそうだなと思うのは、この葉っぱ、細い葉っぱの通り、花もなんかこれに似た感じの、なんかこういう花が咲くんですよ。本当に、さつきの種類たくさんあって、シャクナゲとかアザレアとかの交配種とかもめちゃめちゃあるので、私も見分けつかないんですけど、でもじっと眺めてると、やっぱり、これは葉っぱが小さいし、花もちっちゃいから、ミヤマキリシマ系統だなとかね、ありますね。今日はこのミヤマキリシマとヤマツツジの植え替えやっちゃおうかなと思っています。ちょっと枝枯れっぽいところが今年はあったんですけど、ツツジの仲間すごい芽吹きがいいので、これは建て替えられるし、問題ないかな。あんまり心配はしてないです。この小枝ぐらいの細いのを挿し木して、7年、7年ぐらい経っています。どうしても細かい根っこが、上に上がってくるので、そこで水が通らなくなりやすいんですよね。上をちょっと払ってあげて、で、この土が、前回試しにピートモス混ぜたんですけど、その影響なのか、あんまり根っこが元気じゃなかったです。ちゃんと生きてる根っこもあるから、このくらいやったら大丈夫なんですけど、ピートモスが直接悪いのかわかりませんが、私の棚場には合わなかったみたいです。さつきに基本に使っている用土は、カルマ土に日向土を、7対3とか8対2ぐらいで混ぜているものを使っています。自生地ですと砂だけで全然元気に育つらしいんですけど、砂で植えたものをやっぱ関東に持ってくると、たちまち樹勢が悪くなっちゃうそうで、やっぱりそこの気候風土に合わせた土を使うといいんだろうなと思います。土は変わらずこちらの宇野さんの鉢を使います。ピートモスいけると思ったんですけど、ダメだったのかな。盆栽でピートモス使うのはちょっと難しそうですね。パーライトとかそういうの混ぜるといいよって前コメントでいただいてたのを思い出しましたけど、
盆栽でピートモス使いこなすのはちょっと難しそうですね。コツがいりそうですね。で、ちょっと同じ鉢に。少し高上にしようかな。感じですね。よし。土を足し、ここに詰めていきます。よし。OK。それで水苔を貼って、薄く貼って、最近秋晴れ、天気がいいですから、植え替え後はすぐに日向に出して、冬までにちょっとでも根っこを出させようって感じで念じております。そして暖地性の木は来月にはもう室入れ始まるんですけど、もう11月やっけんが、中旬ぐらいにはもう室入れしちゃうんですけど、それらの暖地性の木と同じぐらいのタイミングで、この時期植え替えたさつきも、保護しています。次はこちらのヤマツツジです。上の方からちょっと鉢回りから崩していきます。月は本当に細かい根っこが出るので硬い。特に上の方がよく張ってきて硬いので、その辺を部分的に強めに崩したりとかして、固まりを少し解消してあげます。この木は古い木なので、あんまり根っこを切りすぎないように注意ですかね。よし。綺麗ですね。いや、綺麗。だいたい3分の1ぐらいですかね。このくらい切りました。若い木やったらもう半分以上切れますけど、今回は3分の1ぐらいでやめておきます。ちょっと枝が暴れてますけど、剪定はまた花が終わった後に考えたいと思ってます。この優しい感じやから丸がいいと思うんですよね。じゃあ、ちょっとわからないけど、本当はこのくらい薄い鉢にこうね、さらっと植え替えたいんですけど、これ締めてもいいのかな？バランス取れるかな？あとは、こういうの。毛が古いから、鉢もちょっと時代に合ってるようなものがいいですね。悩ましいな。これにしようかな。ちょっと変わった鉢にしようかな。これにします。決まった。決まったが、決まればあとは、これは国翔子さんのだいぶ古い鉢ですね。ます。この角度で。よし。はい。幹の下にも鉢の周りにも結構土は入りました。バランスも悪くないかな。OK。あと切り込みはあんまり強くやりたくないんですけど、芽があるところまで切れそうなところは切り戻して、花芽もあるので、剪定は花後すぐでもいいかなと思います。で今日はこの、ミヤマキリシマとヤマツツジ2本植え替えをしました。ミヤマキリシマの方はピートモスをちょっと混ぜて使ったのが水はけに悪い影響を与えてしまったのか、あんまり根が元気じゃありませんでした。だから今回はちょっと改善のための植え替えをしました。ヤマツツジは結構古い木でしたので、あんまり根を切らずに、鉢もそんなにいじめずに、ちょっと気に入った鉢に植え替えることにしましたんです。しました。室入れは来月にはもうやりたいなと思ってます。今日の作業はこれでおしまいです。今日は階段1段目
1段目を作ろうと思います。これ枕木、地元の廃線になった列車で使われてた枕木なんですけど、自分で買ってきて2段つけておりまして、でこの3段目がちょっとね、なんていうの、深すぎるので3段目をちょっと綺麗にやろうかなというところです。3段目できました。どうかな、まあ折りやすいとどめして、なくなっちゃった。これはちょっと使い古しの丸太でとどめして、草でとりあえず土が流れないようにして、自然に土が固まるようにしました。これをこうダーッとやりたいですね。1日1本かな、1日1本かな。はい、よし。